この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今回は漫画絵上達法ということで、漫画やラノベの挿絵なんかで使われるモノクロイラストですね。こちらを見栄えよく描くためのコツを紹介していきたいと思います。皆さんの中でこんな人はいませんか？カラーイラストだったら色をのせればそれっぽく見えるんだけどさ、白黒のイラストって描いてみたらなんかスカスカになっちゃって、いまいちどうやったら見栄えが良くなるのかわかんないんだよなっていう人。今は特にデジタル全盛の時代ですから、色をのせるのが簡単にできるようになりました。でもその反面、逆に白黒イラストを描くときに困ってしまう、そういう人も少なくないんじゃないでしょうか。お任せください。僕はですね、ラノベの挿絵なんかもたまにこんな風に描かせていただくことがありますし、漫画連載も数年間やっていた経験がございます。なので今回はそのノウハウをですね、余すことなく皆さんにお伝えしちゃいたいと思います。いや、これ本当に超有料級の講座ですからね。この動画を見ていただければ、漫画とかラノベのカットイラストとかモノクロの絵がうまく描きたいんだけど、いまいち見栄えよくいい感じに絵が仕上げることができないんだよな。そんなお悩みを解決して、なんかこのイラストすごくプロっぽい、そんな仕上がりを実現していただけると思います。ぜひ最後までお付き合いください。今回描くもの、今回はですね、この線画を使っていきます。ケイちゃんの私服バージョンですね。かわいい。失礼しました。このケイちゃん確かに可愛いんですけど、でもね、線なんかも味気ないし、あとは影とか模様なんかもそもそも載っていない、まっさらな状態なので、現時点ではあまり見栄えがいい状態とは言えないと思います。この状態で雑誌に載せるといった商品化はできそうにありません。今回は現段階ではこのスカスカな線画をこれから紹介するいろいろなテクニックを使って、最終的にはプロっぽい見栄えのするイラストに仕上げていきたいと思います。もしね、いやもう線画用意されちゃってるけど、その線画を描く部分がそもそもわかんないんだよ。いい感じに線画を描く方法教えてくれよという方はね、こちらの動画、誰でも簡単、絵が上手くなる、すぐに実践できるテクニックをご覧ください。ゼロから始めて下書き、そして線画をいい感じに描く方法について解説しております。解像度とカラーモード。さて、まずはじめになんですけど、解像度とカラーモードを確認しましょう。今回は Photoshop で解説していきますが、クリスタでも同様の設定があります。新たに描き始める場合には、新規作成を押すと、キャンバスサイズが設定できる画面が出てきます。今回のように、モノクロイラストの場合には、解像度 600dpi がおすすめです。縦横のサイズは、その時々の目的に合わせて変更しますが、雑誌に投稿したり持ち込んだりする場合には B4 サイズ、同人仕様だったら A4 サイズでとかが主流なのかなって思います。今回はこの講座が目的なので、ここの設定は無視しますが、特に解像度 600dpi については後で解説しますが、グレーをスクリーントーンに変換するときに大事になってきますので、ここは注意してください。カラーモードはグレースケールで作成していきます。ちなみに今回使用するこの線画データは、僕の Pixiv ファンボックスから無料でダウンロードすることができます。一通りこの動画を見て、工程をざっくりと頭に入れた後ですね、動画を止めながら一緒に書いていただくことで、さらにしっかりと今回のテクニックを自分に落とし込んでいただけると思いますので、今回の内容しっかり身につけたい方はね、ぜひ試してみてくださいね。ベタ。最初の工程、まずはですね、ベタです。モノクロイラストの場合には、このベタ入れが最も重要なテクニックです。ベタを制するものは、モノクロを制すと言っても過言ではないでしょう。そのぐらい重要なテクニックなので、ここは集中してポイントをチェックしていきます。まずは、目と眉毛。ここにベタを入れていきましょう。今回の場合には、線だけで書いてありますが、この部分はペン入れの段階でベタを塗っちゃう人の方が多いかもしれませんね。まずは、目と眉毛、それと口にもね、黒ベタをのせていきます。そしたら次は髪の毛です。キャラの髪の毛の色にもよりますが、髪の毛のベタ入れを最初に行っていくのが基本だと思います。なぜかというと、キャラの場合には顔付近にコントラストを持っ
ってくるのが基本だからですね。髪の毛って輪郭に接している場合が多いですよね。なので、ここにベタを入れることで、顔周りに明暗さをつけて、顔を強調して目を引き込むことができるからです。主にベタを入れる場所は、影になる部分や奥まった部分ですね。このイラストで言うと、奥の髪の部分や髪が裏返って影になっている部分なんかにベタを乗せていきます。ただし、全部に入れなくても OK ですね。光が当たるような場所は、ベタを抜いてあげると記号的になりすぎずに本当にいるような存在感を生み出せると思います。あと、ベタを乗せて重くなりすぎる場合には、こんな風に白く細く線を描くようにベタを抜いてあげることで、少しだけ軽やかさも残すことができますね。ケイちゃんのように髪が長いキャラは特に使えるテクニックだと思います。それと、髪の毛以外にもツヤツヤと光沢があるようなものには積極的にベタを入れるといいでしょう。この絵の場合だと、ベルトだったりバッグの紐なんかもそうですね。全部を塗らずに部分的に白く抜くことがコツです。そうするとほら、この白く抜いた部分がテカリに見えますよね。色面でパッと区切るのではなく、こんな風に斜線を加えていってグラデーションさせてあげることで、この部分が明るくテカって見える効果を追加できます。こんな風に質感を表現できると、絵が単調にならずに面白みが生まれますよね。それと、ここにはベタはあまり入れない方がいいという部分もあります。それが柔らかい布地の部分ですね。この絵だと、ケイちゃんが着ているニットとパンツの部分です。なぜかというと、絵が重々しくなりすぎてしまうのと、質感が損なわれてしまうからです。まあ逆に重々しい演出のシーンだとしたら、あえてベタを入れるのもありですが、そうじゃない場合には、こういう部分にはあまりベタを入れない方が柔らかみが出ていいと思います。グレーをのせる。ベタがある程度塗れたら、今度はグレーを塗っていきましょう。この工程の順番は、ベタと前後しても構いません。やりやすい順番で OK です。まず最初は、固有色をのせていくイメージですね。一番濃い部分は帽子。その次が目。髪の毛は帽子よりも薄い色。そしてニットは一番淡い色をイメージしています。色ごとにレイヤーを分けて、ポンポンと軽快に塗っていきましょう。すべて塗り終わったら、このようにグラデーションを軽くのせていってもいいでしょう。グラデーションをのせると、軽やかさが出て、重くなりすぎないのがいいですね。コツとしては、あくまでさりげなくのせることですね。グラデーションの幅を大きくしてしまうと、デジタル特有のヌルヌル感が気持ち悪く感じられる場合がありますので、そこは注意してください。ハイライトをのせる。さあ、次はハイライトをのせていきましょう。ハイライトは質感を表現したり、イラストに軽やかさを追加できたり、視認性、見やすさをアップする効果があります。なので、ここは大事な工程です。ここもしっかりチェックしていきましょうね。まずは髪の毛のツヤです。こんな風にツヤツヤした質感を追加していきましょう。ハイライトの追加の仕方は色々ありますが、こんな風にグレーで塗ったレイヤーにレイヤーマスクを追加して、レイヤーマスクを使ってグレーを抜いていくことでハイライトを表現すると、後でハイライトの形も調整できて便利です。ところどころ髪の毛の流れに線を入れてあげると、ハイライトが金属質になりすぎずに、これは髪の毛なんだよという記号になっていいと思います。次に目のハイライトを入れていきましょう。目には特に細かめにハイライトを入れてあげると、キラキラ感が表現できますね。完全に白色じゃなくて、こんな風にところどころグレーで入れてあげても奥行きが出ていいと思います。布地でも光が強く当たっているところや、あとこういう色が濃い帽子なんかはベタとグレーだけで表現すると重々しくなりすぎる場合があるので、そういう場合にはハイライトを入れて光が当たっている部分を白く飛ばしてあげる。そうすることで重くなりすぎない感じにできると思います。ハイライトとのコントラスト差が大きいので、斜線を使ってうまくグラデーションさせてあげて、ハイライトを馴染ませてあげましょう。ニットもあまり盛大にハイライトを入れてしまうと質感が損なわれてしまいますが、光が当たっているポイントにハイライトをアクセントで入れてあげると立体感が強調されて絵が引き締まると思います。こんな感じですね。影を乗せる。そしたら次は影を乗せていきます。絵全体に対して乗せていくのではなく、ところどころに乗せていく方が絵をすっきり見せられておすすめですね。まずは肌に落ちる影です。肌色に影を落とすことで、そのキャラの存在感を増すことができます。注意すべき点としては、女の子の場合は特にそうですが、意図的な演出がない場合はあまり濃くなりすぎない方が柔らかな肌の感じが表現できるのでいいと思います。ニットなどの柔らか素材に関しては、ベタはあまり入れないようにとさっき説明しましたが、そういう場合には影を追加することで立体感や質感を追加していくことができます。注意点として、ニットの編み目や凹凸は全体に描かないのがコツです。なぜかというと、絵全体に描いてしまうとくどくなってしまうからです。
ですね、襟元や袖口の凹凸も全部描くことはせずに、このようにポイントポイントだけを描き足していくといい感じに見えると思います。またニットの風合いを表したい場合なんかも、全部に対して手を入れていくのではなく、こうやってところどころにちょんちょんって描くだけで十分に質感を表現できるので試してみてください。そして最後に軽くグラデーションを足します。影にもこんな風にグラデーションを入れてあげると立体感を強調できますね。あまり濃く入れずに、あくまでさりげなく入れるのがポイントです。またこうすることで白黒のイラストなのになんか絵が潤った感じを追加できると思います。この辺は好みの問題で、グラデーションを入れない乾いたソリッドな感じが好きな人も多いと思いますので、絶対に入れなきゃいけないわけではないです。自分の絵柄に応じて調整してみてください。素材を利用する。さて、だんだんと絵が仕上がってきましたが、ベタとグレーだけでは少し単調に感じてしまう場合もあると思います。そんな時には柄の素材をポイントで使ってみると絵が華やかになっていいですね。今回はこちらのチェック柄、これはクリップスタジオのフリーダウンロード素材です。これを使用してみました。これをこんな風にケイちゃんが履いているスカートにペタッと貼り付けます。はい、どうでしょう。単調だったイラストがおしゃれな感じに変化しましたね。それと背景についてもね、モノクロイラストの場合にはスクリーントーンを使うことで雰囲気をグッと引き出すことができます。フリー素材のスクリーントーンでもいいですし、今回使うのは IC 社のトーンですね。IC 社からはスクリーントーンをスキャンして使って OK との公式見解が発表されていますので、このようにデジタルで取り込んで貼り付けても問題ないということです。パソコンに取り込む場合にはスキャナーが必要ですが、一度取り込んでしまえば使い回しがしやすくて便利ですね。はい、どうでしょう。かなり見栄えが良くなってきたんじゃないでしょうか。仕上げ。はい、ここまでお疲れ様でした。もう少しです。最後に仕上げの工程を解説していきます。最後に調整するのは線の太さと墨だまりを描いていく工程です。線の強弱って最初に意識して線を描いていくんじゃないのと思った人も多いかもしれませんが、中にはね、こういう人もいるかもしれません。線を強調するって言ってもさ、どの線を太くしてどこに墨だまりを作っていいのか、最初の段階では完成図が想像できないから強調しづらいんだよね。そういう人の場合はですね、今回僕がやっているやり方がおすすめです。はじめは特に線の太さは意識せずに一定の太さで描いていき、仕上げの段階で線がここは少し細すぎたな、ここにはもっと影が欲しいなといった風に後で黒を乗せていきます。首の下や服のシワが深くなっている部分とかね、墨だまり、線とベタの中間のような影が濃くなっている部分を作っていきます。さあ、これでもう十分なんですが、まだ少しだけ華やかさが欲しいという時にはですね、髪の毛などにこんな風にホワイトを飛ばしてあげると少しだけキラキラ感がアップしていいですね。それとちょっと全体を見渡して、ベタは入れたはいいけどなんかちょっとベタっとしすぎちゃったな、少しだけベタの印象和らげたいな、なんていう場所もあるかもしれません。そんな場所にもホワイトの斜線を描いてあげて、ベタの印象を緩和してあげるのも効果的だと思います。はい、こんな感じですね。スクリーントーンに変換する。さて、絵を描いていく部分についてはここまでです。完成したデータについてもね、今はこのままグレーの会長のままで受け取ってくれる出版社がほとんどなのですが、中にはこんな風に自分でグレーをスクリーントーンにしたい人もいると思います。そのやり方についても簡単に説明しますね。まずヒストリースナップショットを撮ります。そしたら線とできればベタのレイヤー両方とも非表示にしてグレーだけの状態にしましょう。そしたらイメージモードからカラーモードをモノクロ2回調に変換します。そして画像を統合します。設定は出力600ピクセルスラッシュインチ、線数は50が基本ですが、より細やかなグラデーションを表現したい場合には60でもいいです。でも印刷によっては潰れるので注意ですね。角度は45度、網の形状は円に設定してください。そして OK ボタンを押すと、はい、見てください。グレーだった色がスクリーントーンのような点々に変換されました。一応この状態でもう一度ヒストリースナップを取りましょう。そして今できたレイヤーをコマンド A で全選択し、コマンド C でコピーします。で、一番最初に記録したヒストリースナップに戻り、グレーのレイヤーを非表示にしてコマンド V でペースト。そうすると、はい、グレーの部分がスクリーントーンに置き換わった、いわゆる漫画っぽいデータが出来上がりました。こちらで今回のイラスト完成となります。いやー、なんかほら見てください。これプロになったみたいでなんだかテンション上がりますよね。興味がある方はここにもチャレンジしてみると楽しめると思います。
以上が漫画絵上達法ということで、モノクロでいい感じに絵を仕上げる方法についてお伝えしてきました。いかがだったでしょうか？カラーは描けないけど白黒絵だったら挑戦してみたい、そんな方もね、今回の動画参考にしてみてください。それとこういったバストアップのイラストの場合には、特に手を顔の近くに持ってきてポーズを取らせるとすごく絵の見栄えが良くなるんですが、でも手がうまく描けないんだよという方も多いと思います。そんな方にはこちらの動画、誰でも簡単手を魅力的に描くコツもあります。皆さん、手をうまく描くにはどうするか分かります？一言で言うと、指を4本に描くことなんですが、そんなね、意外なコツなんかも知っていただけると思います。指ってね、5本なのに4本って何言ってるのかそもそも気になると思うんですけど、興味がある方はこちらの動画ぜひチェックしてみてくださいね。概要欄に URL を載せておきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。